おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、ちょっと短い動画にしようと思います。超スケッチのコツということで、すごい初心者向けで、でもプロっぽく見える。よくこう、例えば皆さん絵画サークルとかで、この絵ですね、こんな絵を30分ほどで描きました。現場でですね、小さいスケッチブックとかを持って行って、例えば皆さんサークルとか絵画サークルとかで行って、いつも何々さんすごい上手に描きはるなとかっていう人いると思うんですけど、実はあれコツがあるんですよ、コツ。で、そのコツを3つ、しっかり今日3つ覚えてみてください。ペンを使うというのももちろんポイントです。ペンは耐水性の、要は水彩とかで塗っても取れないようなペンを使ってください。耐水性って書いてあるやつを使ってください。で、その際にですね、初めにまずこうよくやりますよね。で、スケールみたいなの使ってもらっても結構だと思うんですけども、これ何してるかっていうと、もちろん画面にどういう風に収まるかなっていうのを見ているんですね。でも、上下、左右にどこまで入るかな、どう入れるかなっていうのをまずそこしっかり見てください。要はこれは何かこう舞台とか舞台俳優さんとかなんかが舞台を作る舞台だと思ってください。舞台を、そして上下左右がどこに収まるかということをまず見てください。そして第2のポイント、こう3つポイント3つだけですよ。主役、準主役、この2つ決めてください。そうすると3番目、4番目、5番目っていうのが決まってきますので、ぜひその主役、脇役っていうのを決めてください。そして3つ目のポイントはカッコつけてください。カッコつけるってどういうことですか？カッコつけて抑揚、緩急、これでございます。これをしっかりこうつけて絵の中で描くところとか描かないところとか、ザバーとかグチュグチュとかうわーとかダーとかっていう感じで今日の動画を見てみると皆さんすごく身につくと思いますので、ちょっとしたちっちゃいスケッチブックとか持ってペン持って、水彩ちっちゃい道具持ってって言って、シャシャッと描いたら、あれ何々さん素敵ねという絵が描けると思います。では見てください。それでは解説をしていこうと思います。短い動画ですので、早口で、進めていこうと思います。まずですね、こう全体を捉えるときにああいう風に四角の輪を手で作ってですね、四角を作ってグリッドを作って、だいたいこの辺かなっていうのを見てあげると思うんですが、ですね、その際にも同時にですね、主役、脇役というのも決めておかないと結局は意味ないんですね。だから3つのコツのうち2つはもう初めに決まるということです。そしてこれぐらいおおよそバーっと鉛筆である程度取ったらもういきなりペンで書いていくんですが、そしてこれも同時にですね、抑揚をつけていっているんですね。だから実は3つのコツ同時に進んでいくと思ってもらわないといけないというところが今回のポイントでございます。で、主役のところ今書いていってますが、よくありがちなのは主役をドーンと書いて、脇役というのがなくて、もうど真ん中に主役を書いて上の方が空いてしまったとか下の方が狭くなってしまった。よくありますね、こういったことね。だから2つつけてあげることによって主役脇役、じゃあそれが画中の中でいい塩梅で上の方はこの辺まで来て、じゃあ下の方はこの辺まで来て、それが左右に対してどの辺かなっていうことを初めにまず確認してあげる。そして、これはペンで書いていってます。よくこうスケッチなんかでこう軽めにペンとかで抑揚をつけていったり、こういう風にこう線とかで書いていったりすると強弱がおのずとつきます。勝手につきます。白いものに黒ですから、すごくこう黒なのでコントラストとしてつきますよね。それによって抑揚がつくことによって、密度、粗密と言いますか、密度、あるとこないとこっていうのがついてきます。で、見ての通りですね、後ろが主役、手前脇役、もうある程度これで見えてきましたよね。真ん中のあたりなんていうのはつなぐ感じで、この辺はこんな感じかなぐらいで程度でいいんですね。だから、すごい限られた時間の中でやるとなった時に、もうそのまま一生懸命写そうと端から写そうとしていたら間違いなく時間ありませんので、私なんかも現場とかで30分しかないと思っても描きたいと思ったらこういった方法を取ります。主役脇役みたいなのを2つ決めることによって、その次みたいなのも決まってきます。だからその画面全体の中でそれがどこの位置にあるか、そしてこう濃い色のたまりですね、暗いぐーっとたまりをつけたり長い線をつけたり、もうすでにこの段階でカッコをつけているわけですよ。カッコつけるということも同時にしていく。淡々と写していくというわけではなくて、黒くぐーっとしてあげる、長い線を引く、かすらせるように描いてあげる、いろんなバリエーションつけることによって格好がつきますよ。格好がつくことによって、ある程度こうなんとなくこう感じ雰囲気というのは出てきます。だいたいいつも僕もこれ現場、これ今回は写真見ながら描いてますけども、現場とか行って短い時間で描くとき、でこういうちっちゃいスケッチですね、固形の絵の具なんていうのをよく持って行って描いていました。もう汚くなっているのはこう何か恐竜みたいな人間が勝手に使って遊んでたりしてこんなことになってしまったんで、でこう着色なんかもそん
んなにこう神経質にならないでください。で、3つのポイントと言いましたが、やはりこう光の方向だけはやっぱりしっかり、おのずと決めておくというか、しっかり頭で認識をしておいてください。若干逆光気味だなと思ったら逆光気味、そしてある程度固有の色と影を同時に描いていきながら、ここもやっぱり抑揚をつけてるんですよ。大きな面を塗る、細かい線を引く、ちょんちょんちょんとたまりをつける、にじませる、ということで、いろんな抑揚みたいなのをつけることによってかっこつくというかですね。で、水彩に関しては補彩っていうか、軽めの補彩程度で結構だと思います。こういった本当に現場で時間がないとか30分で描かなあかんとかっていう時にもう一個一個混色してなんてしてると大変なので、その時の印象をババッと捉える程度で結構だと思います。それでそれっぽい絵になりますので、そして画中の中で、画面をやっぱりコンポジションしていくということで、上の方ちょっとこう余白が大きすぎたなと思ったら空の青を今塗っていったわけですね。で、こういう風に画面のコンポジションもしつつ、主役脇役を見つつ、絵の具の塗り方一つでもそんなに細かく描く時間ももちろんないでしょうか。今パッと拭き取りましたけども、その際に濃いところ薄いところにじませるとこ、いろんな色が混ざり合うところみたいなのとか、長い線、絵の具を止めるところみたいなことをペンと同様にやっていく。そしてまたここからペンで描いていきながら細かい描写もしつつ、そして全体を見て今主役を描いて、じゃあ次2番目の主役というか準主役みたいなとこ行って、そうするとおのずとなんかその間をつないでいくような仕事みたいなのが必要になってきたり、もう一個ぐらいあってもいいかな、もう一個ぐらいあってもいいかなという風になってきます。本当によくあるのは一つだけの主役を絵にしようとする人ですね。で、それやっぱ難しいです。もちろんできますよ。リンゴ1個だけをボンと描いてっていうこともできますが、こういう現場とかで描くときにやっぱりこう目を動かす、誘導させるというかですね、後ろの方に目が行くんやけど、それが手前にキュッ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 と来る。でそのためにも手前は多少書いておかなあかん。手前を書いていったら、じゃあその間をつなぐ仕事が必要になってくる。間をつなぐ仕事ができたら、今度は周りに広がっていくようにはどうしたらいいかなっていうのを考えるということが画面の中で絵を見ながらできていくと、途中段階で終わってもですね、もう行かなあかんという時間になってもですね、それ相応の感じになってますし、また家に帰ったり自宅に帰ってですね、補彩とかもう少し加筆するとかっていう時にすごくこう役立ちますので、ある程度の今ですね、こう中間のところつないでいってるわけですね、真ん中のあたりだから、周りの方は少し柔らかくボケたような状態になってはいますが、主役脇役というもの、そして画面の中である程度いい場所に、置かれていることが分かってもらえるんじゃないでしょうか。若干右の方が少し空間としては大きく空いてるなっていうのはこの時点では気づいています。それをまたちょっとこう補うためには少し右の方にも濃い色とかも置いていきますが、もう1回こう水彩 2回目ぐらいで描いていってます。時間があれば3回4回描けばいいと思うんですが、時間の皆様の都合とかに合わせてですね、途中で終わってもいい段階みたいなのを作っていかれることがいいかなというふうに思います。で、屋根とかも一枚一枚描いていたらもちろん時間がありませんので、このぐらいかなとかっていう感じである程度頭に記憶するということが目的だったり、ラフに描くことによって、その情景というのがこういう自分の中にしっかりと印象として残すためにもこういった作業というのも必要になってきます。現場というのもすごく大事です。やはり現場で描くということによって、得れるものというのは非常に大きゅうございます。だから自分たちの足、自分たちの目で見て、そして、短い時間である程度イメージを定着させるということを訓練としてできるようになってくると、皆様の画力というのはぐっともっと成長するんじゃないかなというふうにも思いますよ。で、こう右の方少しこの辺ちょっと寂しいなということでちょっと強めの線も入ってきたのが分かりますか。もう右下にサインが入りました。そうですね、サインまで含めてこれは絵を考えていたということで、約30分間描いたものを約10分7、8分ですかねにまとめてみました。これぐらいラフに描いてみるということを日頃からの訓練にされてみてはいかがでしょうかということで、解説は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。どうでしたか？書けそうな気がしますよね。本当にこの3つのポイントをしっかり、意識しながら、初めに上下、左右っていうのとか、主役、脇役、そしてっていうの、そして最後にカッコつける、抑揚、緩急っていうのをつけていくと、これぐらいの仕事が皆さん絶対できるようになります。可能です。楽しみにしてます。頑張ってください。では。
チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。